はい、皆さんこんにちは。立花さゆりです。いきなりですが、人はあなたの見た目、外見の次にあなたが出している音で判断してるって知ってましたか？話し方、服装には気をつけてる。でも無意識に出している音であなたの品格が下がってしまうことがあります。今日は品格のある人が出さない音3つをお伝えします。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひ今のうちによろしくお願いします。はい、ではまず1つ目です。食事中のべちゃべちゃする音です。どんなに素敵な服を着てても、どんなに美しい言葉を使ってても、食事中にくちゃくちゃべちゃべちゃ音を立ててしまうと、あなたの品格はもう台無しになってしまいます。お食事っていうのは一緒にいる人が心地よく過ごせるかどうかがとても大切だと思ってます。音を立てないことは周りへの思いやりでもあります。私20歳ぐらいの時にある友達がいたんですよ。今も仲いいんですけど、その子すごい食べ方するんですよ。べちゃ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 と。で、私その子に何度も言ったんですよ。その食べ方どうにか直したらって言ったんですよ。でもその子も全然治らなくて、ある日私もう言ってしまいました。そんな食べ方されたらこっちのお料理までまずくなってしまうって言っちゃったんですよ。ね、若かったですね、私。はい、ストレートでした。はい、では2つ目です。あくびやゲップの音です。もちろん生理現象そのものが悪いわけではないです。誰にでもあります。でもわーって大きな声を出してあくびをしたり、ゲフって大きな音を出してゲップをすると、周りの人は意外に気になります。品のある人っていうのは必要な時は口元を手で覆ったりして音を抑えたりします。もしついゲップが出てしまったら、すみませんとかごめんなさいっていう風に一言謝るといいと思います。こういったちょっとした配慮が品格につながるんですよね。はい、では3つ目です。この3つの中で私が一番強く訴えたい音です。では3つ目です。足を吸って歩く音です。なんかズルズルとかペタペタ、こんな音立てながら歩く人意外に多いんですよ。もちろん体調や体のご事情のある方は話は別です。でもそうでない場合、足を引きずって歩いたり足を吸って歩いてる姿はなんかだらしない印象を与えてしまいます。私この足を吸って歩く音、昔からめっちゃ苦手です。後ろから聞こえてくるとすごい気になります。後ろ振り向いてしまいます。品のある人は足元まで意識してます。静かに歩くだけで印象は大きく変わります。例えばセッタ、草履、スリッパ、スリッポンでも足をすらないで歩くことは可能なんですよ。そして女性の皆さん、ヒールを履かれるときはヒールの部分とソールの部分を同時に地面に置くイメージを持って歩くととてもエレガントです。わかりやすく言いますと、例えばかかとから先に歩いてしまうとどうしても大きな音を立ててしまいます。なので同時にソールとヒールが同時に置くイメージです、地面に。もしくはちょっと疲れてしまいますけど、ソールを先に地面に置くイメージです。はい。では今日のお話をまとめます。品のある人が出さない音3つです。まず1つ目です。お食事中にべちゃべちゃくちゃくちゃっていう音です。では2つ目です。ゲップやあくびの音です。そして3つ目です。足を吸って歩く時の音です。品のある人っていうのは特別なことをやってるわけではないんです。ただ自分が出してる音が周りにどう聞こえるかを意識してるだけなんです。ではここで質問です。皆さんがどうしても気になる音ってありますか？もしあったらコメントで教えてください。では続きましてさゆり先生の小話コーナーです。どうぞ。
はい、ではさゆり先生の小話コーナーが始まりました。イエーイ。今日の小話なんですけど、もともと私の小話リストに入ってない話なんですよ。で、今日は思い出したんです。それが何かって言ったら、私定期的に美容メンテナンスに美容クリニックに行くんですね。で、皆さんってめっちゃ綺麗じゃないですか。受付のお姉さんも綺麗やし、案内してくれるお姉さんもめっちゃ綺麗やし、一ついつもなんか思うことがあって、それが何かって言ったら、皆さんこう綺麗なネイルやってはるんですよ、長くて。で、私のカルテをチェックしにそのタブレットを触るんですね。で、こう皆さんも慣れてはるからめっちゃ早いんですよ。で、その都度すごい音になるんですよ、タブレットのディスプレイでガチャ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 って。で、それがすんごい威圧的に私感じちゃうんですね。みたいな。私なんか悪いことしたっけと思って、ごめんなさい、謝りますってなります。はい、皆さん今日の動画いかがだったでしょうか。ぜひいいねボタンと、そしてチャンネル登録、そしてベルマークもオンにしてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。